いよいよ来月に迫っている釜山で開催される BTS のコンサート。まだ兵役問題が解決していないため、長男のジンは今年中に入隊する予定です。BTS ではジンが長男ですが、実際はお兄さんが一人いて末っ子として育ったジンは、やっぱり末っ子らしく愛らしさにあふれていますよね。今回はそんなジンの恋人、夫婦とアーミーに言われている人や関係性などご紹介していきます。ジンは末っ子長男で姫キャラ。ジンは BTS の中では長男ですが、実際は2人兄弟の末っ子として育ちましたよね。とてもベビーフェイスでアーミーに可愛い愛嬌を見せてくれることが多く、姫キャラです。しかしメンバーに羨ましがられ、いじられる大きな肩や腕の見える衣装などでは男らしい筋肉を持っていることがわかり、ワイルドワイドハンサムなビジュアルや育ちの良さが見える仕草に現代の王子様と言われることもありました。ジンはメンバー、スタッフから姫のような扱いを受けていることがあり、そういう姿を見たアーミーからジン姫などと名付けられましたが、ジンが仕事の移動中ぬいぐるみを手放さず大事にしている姿は本当に可愛い姫そのものですよね。またピンク色が好きだとデビュー当時から話していて、衣装やイヤモニもピンクであることが多かったり、ジンの可愛さを引き立てています。韓国や日本で流行った映画イカゲームに出てくる人形の4匹の髪型をしてコンサートでアーミーを喜ばせてくれたり、自身のキャラである RJ の上に小屋が乗っている被り物をして登場したりと、キュートな姿を頻繁に見せていました。他にも仲良しなメンバーなので、お互いに一つのものを食べ合ったりすることが多い BTS ですが、ジンはなぜかお口を開けて食べ物を待っていることが多いため、周りのメンバーが姫の世話をしているようです。また撮影でジンだけ椅子が用意されていたり、ジンの椅子だけ特別感満載な様子が見受けられ、スタッフからもジン姫の扱いを受けているようだとアーミーに言われていました。見ている私たちはほっこりしますし、ジンのお顔の可愛さや愛嬌から王子様というよりジン姫となってしまったのでしょう。もともと幼い顔のジンは最近また若返ったとアーミーに言われることが多く、これからも可愛いジン姫の姿を見せてほしいものです。ジンをチャギと呼ぶジミン。ジミンはジンをチャギと恋人同士であるかのように呼んだことがあります。チャギとは韓国で恋人同士で相手を呼ぶときに使用するダーリン、ハニーのような言葉であり、ジミンはジンにもちろんふざけて使いました。先にウィバースでアーミーと交流していたジミン。ジミンは何を食べようか悩み中。皆さんはご飯を食べましたかと投稿すると、アーミーが自身もお店で何を食べるか悩み中なのでジミンに助けてほしいと投稿。これにジミンがサムギョプサルなどをおすすめしたり、胃を壊しているというアーミーにはキャベツなどの汁が胃に良いと教えていたり、ジミンとアーミーのやりとりが続きます。そしてジミンがご飯の支度や片付けが面倒だと嘆いたところ、ジンがウィバースに登場し、僕がしようかとコメントしてくれたのでした。そんなジンに対してジミンがいいえ、チャギ、僕が行くよと笑いの記号を入れながらジンに返事を返します。ジンもチャギの言葉に乗って1日おめでとうございますと返し、韓国ではカップルになると付き合ったその日を1日目おめでとうなどと言い祝うのがお決まりなので、2人がカップルになったというコメントをしました。ですがジンのコメントには乗っからずスルーするような発言で返したジミンに、ジンは納得がいかないようで、何で無視するのなどと返したのですが、しばらく返信は来ず、ジミンはその場を離れていたのか、今気づいたような返事をし、ジンは謝ったら許すと話しますが、またもやジミンからの返信はなく、今度は1時間くらい放置されてしまったのでした。
その後、ジミンはすでにご飯を食べてきたようで、ヒョン、ごめんなさいと伝えたのですが、これを見守っていたアーミーは、ジンがメンバーに送るコメントにセンスがあると話題になり、バンタンのお笑い担当、今、コメディ見てた？など反響が。うまくかわすジミンの対応も面白く、二人のお茶目なやりとりが見れて、アーミーはご満悦のようでした。ジンをヨボと呼ぶジョングク。ジョングクは、ジンをヨボと呼んでいたことがありますが、ヨボは、韓国で結婚した夫婦がお互いを呼び合うときに使う言葉で、日本語で、あなた、お前、または、おい、ねえという感じで使われています。また、未婚の人にとって結婚したら使うこのヨボを言うことに、とても憧れがあるようですね。ジョングクがジンに思わずヨボと言ったのは、BTS のアルバム BE の裏側に迫るべく作られた企画で、メンバー同士で交互にインタビューしていく BE Find Story という動画での出来事でした。ジョングクがジンにインタビューしている時に、思わずヨボと言ってしまったのですが、ジョングクはヒョンとすぐに言い直していて、そこがまたアーミーにとって嬉しいところであり、ジョングクからヨボと聞けたことも幸せなアーミーが続出。最年長のジンと最年少のジョングクの日頃の仲の良さを知っているアーミーにとって胸キュンな瞬間でしたし、ジンをヨボと呼ぶなんて夫婦？どういうこと？と盛り上がるアーミーも、二人が少年のようにわちゃわちゃしている姿は可愛いですし、またどこかでジョングクがジンを呼ぶときにヨボと呼んでほしいと思っているアーミーがたくさんいることでしょう。熟年夫婦と囁かれているシーン。最後に長年ルームメイトとして仲良く暮らしてきたジンとシュガは本当に気が合うと話し、二人が自然に過ごしている姿はまるで熟年夫婦のようと囁かれていますよね。二人のことをシンとカップル名で呼ぶことはアーミーの皆さんは知っての通りだと思いますが、二人のやりとりを見ていると本当に熟年夫婦のようです。ジンがシュガを呼ぶとめんどくさそうにジンの元へ行きますが、実は顔は嬉しそうにも見えますし、いつもお兄さんなシュガが最年長のジンの前では弟感が出ていて、アーミーはそんな二人を見ることが大好きでした。ある時はラジオでお互いの好きなところを3つ挙げるということで、シュガが先にジンのワールドワイドハンサムな顔、大きな肩、話が合うなどと両思いな気持ちをストレートに伝えます。一方のジンは一つ目にシュガのマインドと答えますが、どんなマインド？とシュガに突っ込まれるとすぐに答えることができず、記憶がないとも言い出し、じゃあ何が印象的なんだよと言われる始末。二つ目は自分とよく合うところ性格が違うからこそよく合っていると言い、これにはシュガも納得。三つ目に話がよく通じるところ、二人で出かけた際の5時間ずっと話が途切れなかったことを話し、シュガのそんなところが好きですと締めくくります。シュガは寡黙なタイプで、ジンは活発なタイプですが、その違いが逆に合うということはもちろん、仕事以外ではおとなしめと言われているジンだからこそ、お互いの空気感が合い、宿舎での生活もうまく成り立ってきたのでしょう。永遠のルームメイトとも言われているシンの熟年夫婦のような姿をずっと見ていたいと思いました。まとめ。いかがでしたでしょうか。ジンの恋人、夫婦と言われている人はメンバーでしたが、本当に仲のいい BTS の姿にほっこりしましたね。ジンは理想が高いと言われていて、アイドルとしてもとても気をつけてきたので、プライベートでも熱愛報道が出たことはないですが、いつかメンバーではなく恋人ができたとしても、アーミーとしてそっと見守っていきましょう。